はい、今回も前回に引き続きメタ認知を身体的な操作、身体的な感覚によってそれらを常に発揮できる方法についてより具体的にその捉え方や考え方、これを補足していきたいと思います。まずこのメタ認知という私たち人間が用いている他の動物にはないその思考の能力ですけれども、自分というものがいて、その自分というものを含めた周り、これらを意識して自分の客観的な状態や状況というものを把握することができる。これは考えている自分をさらにもう一個上の自分が眺めて、考えていること自体も考えることができるという、いわゆる高次というのは高い次元の思考ということですね。でこれが他の動物にはできないという人間ならではのこの思考方法、メタ認知、メタ思考ですね。私たち自身が何を考えていて、そして世界をどのように捉えていて、自分たちの振る舞いだとか行動、これ自体も客観的に見て正しい行動が取れているのかどうか、そして自分たちのその思考だとか考えていること、これ自体も正しいのかどうか、世界と適合しているのかどうかということを常にモニタリングをして考えることができる。なので考えている自分をさらに考えることができるといった考える対象に自分も含めたこの世界というものを眺めることができるというテクニックですね。でこれはそれを一瞬思い出したりとかした時にはできることはあったとしても、常にどんな状態でも、そして特にストレスがかかったり感情的になったりした時についこのメタ認知というものが発揮できなくなります。なので怒りにやられてしまった時には冷静に考えれば自分にとって不利になるような行動だとか、何のメリットもないような行動をとってしまったりする。その逆もそうですね。嬉しくなったり感情的になってしまった時には合理的でない行動をとってしまう。これは感情的になった瞬間にメタ認知が効かなくなって一気に自分の思考の対象というものが狭まってしまう。これは前回のエピソードで解説をしましたけれども、私たちは一生出れない映画館の中に閉じ込められた状態で常にスクリーンに映っている映画をずっと見続けていて、でその映画を見続けているということを忘れてしまう。これが感情的になった時に起こりやすいことですね。私のエピソードを初めて今回見た人や前回で初めて私のそのメタ認知に関する説明を聞いた人であれば、それ以前はそういった発想がない場合は、その映画のスクリーンに映っている映画そのものが自分の人生であり自分であるというふうに思って生きてしまう、そうした生き方をしてきたかもしれませんが、私たちはこの世界をありのままに見ているわけではなくて、まさしく映画のスクリーンに映っているようなものを眺めながら、そしてそれが自分の人生であり、そしてその中に自分も含まれていますので、登場人物として出てきますので、まるで自分の人生は自分の行動によって切り開かなければならないといったような思い込み、これによって私たちはその映画の中のスクリーンの映画自体を何とかしようとしてしまう。これによって私たちはもがき苦しみ、結果が出ないことを後悔したり、何とも言えない気分になったりするわけですね。でそれを前回はメタ認知というものを使うことによって、映画の中はあくまでも映画なので、その映画の中の物語を直接観客であるあなた自身が手を出して何かをするということはできません。もうその映画というのは投影されて見ている前からもある程度決まっている状態で、その映像というものが投影されているだけなので、働きかけをするのであれば、その投影される本体、投影機の中に入っているデータや投影機にこれから映し出されるであろうシナリオや脚本を書いている監督だとか脚本家、彼らに働きかける必要があるわけですね。この映ってしまった映像を何とかしようとするのは無意味で、努力の方向性としては間違っているわけです。でこれを前回は解説をして、具体的にそれを身体的なイメージとして体の使い方としてどうすればいいかということを一つの例をとって説明をしました。おさらいをしておきますと、この投影機というのは私たちの体の後ろ側にあるというイメージを持ってみてください。でこれは場所的にはどこがいいかというと、肩甲骨の間ですね。背中でも上の方になりますけれども、その肩甲骨の間の背骨、そこから少し離れた位置、さらに後ろっていうことですね。でこれは私は前回の例えとして三つ編みというものをイメージしやすいものとして挙げましたけれども、この三つ編みが私たちのこの後頭部から垂れていて、そしてその三つ編みの先に投影機がついている、映写機がついている、そしてそれは日頃はだらんとしていて背骨にピタッとくっついているわけですけれども、それらを投影機をイメージしてグッと背中から引き離してみる、背中に力を入れると少し背筋が張って胸を張ったような状態になると思いますけれども、その状態で投影機が少し背
背中からふっと離れると思いますっていう、その状態をイメージしてみてください。でその状態でその投影機から前に向かって投影されている、そして前のそのスクリーンに対して投影されているといったイメージを持ってみてください。でそれによって私たちはその投影機の存在をイメージすることができます。でその投影機に対して何らかのアクション、何らかの働きかけをする必要があるということですね。で前回言わなかったことですけれども、この投影機から映像がどんどんと映し出されているわけですけれども、映画というものはコマが送られているわけですよね。でその瞬間その瞬間に投影されて見ている瞬間が現実だと思っているわけです。でそれが時間軸でいくと過去現在未来の中の現在が今投影されているものだというふうに見るわけですね。しかし現在というのはもうすでに投影されてしまったものになりますので、ということは私たちにとっての現在というのは何かというと、投影されている瞬間のもの、これを現在とした場合に、実は現在というのは過去と同じで変えられないわけです。なので未来も過去も現在も実は私たちは直接変えることができないわけです。現在は過去と同じでも投影されてしまっている状態ですので、その瞬間にはもう手を出せないわけです。であれば私たちはじゃあどうしているのかというと、実は私たちは常に予測をしてこれから起こりそうなものを一瞬早く行動しているわけですね。それによってこの現在に来るであろうコマというものをほんの少しだけ先に何らかの作用をさせようとしているわけです。実は私たちというのは高度に予測をするマシンです。で現在のこの目の前で投影されている映像自体を実は作用させているわけではなくて、私たちは常にこの映像を予測しているわけです。なので実際私たちはまだ映画に映っていないシーンも日頃から予測をして生きています。その予測をするのが実は一瞬早く予測しているんですけれども、私たちはそれを予測しているというふうに自覚できないぐらいそれが当たり前のこととなってますので、脳は予測をしているということを感じさせないようにして錯覚を起こしているわけです。それによって私たちは日頃から予測しているということを意識することもなく、考えることもなく行動ができるわけですね。でこれは一つ例を挙げますと、私たちのこの腕、指、こういったものに筋肉ついてますけれども、この手をどこまで動かせばいいかというふうに考えるときに脳は予測をしています。例えば私の目の前にコップがあったとします。でこのコップには水が入っていて、でこの水をこぼさないように手を出してコップを掴んで私の口元まで持ってくる、この一連の動きをしようと思った場合に、筋肉をどこまでどの位置まで動かせば手が適切な位置に動くのかというのを実は脳はかなり緻密に予測を先にしています。なので私たちはこの手が行き過ぎてコップを倒してしまったりとか、もしコップが紙コップであればその握ろうとするときに紙コップを握りつぶしてしまうみたいなことをしなくてもいいわけですね。適切な力のかけ方で紙コップを潰さずに、そして掴むことができて持ち上げて、そしてまた口元まで持ってくる、要は動きが行き過ぎない、そして到達しないといったことも起こらない。これは脳が実は事前に学習をした状態で予測をしているわけです。生まれたての赤ん坊などはこの予測というものがその元となるデータや情報が揃っていないこともあって、どの程度体を動かせばそのような動きができるのかという元となる情報が少ないんですね。ですので予測ができない、予測がほとんど役に立たない、なので体をうまく動かすことができないということになります。私たちはその成長の中でその予測の精度がどんどんと上がっていく、要はデータが溜まってくるので予測をすることがうまくなってくるわけです。ですのでこぼさずに食べたり、こぼさずにコップを手に取って口元まで持ってきて飲むことができるというわけですね。ということは私たちは実は私たちにとっての現実、私たちにとってのこの現在というのは実は少し先の未来なわけです。これが面白いことで、私たちは映像を見て現在を見ている、この投影されたスクリーンの現在を見ているんですけれども、しかし実際には少し先を予測しながら見ていたりするわけです。これは会話でもそうですけれども、相手が次に何を言ってくるかというのを実は私たち予測しながら話を聞いています。でそれに応じて私たちも何を返せばいいかというその返答自体も予測をして考えています。ですので実は私たちは現在を生きているわけではなくて、少し先の未来を予測していて、その実は予測しているその時間、予測している部分、これが私たちにとっての実は現在だったりするわけですね。ですので私たちにとってみて働きかけをしなければならないのは、その少し先の未来というものが実は私たちにとってみて動かす可能性があって、働きかけをするための時間軸なわけです。これが現在本当にこの今たった今のこの瞬間、スクリーンに映った映像の映っているこの瞬間に働きかけようと思ってももう遅いわけです。それはもう過去と同じなので作用をしようにももう変更ができないわけですね。ですので私たちは常に予測をし
続けるマシンであり、そして予測をするからこそ、その後のこのスクリーンに映るであろう映像に何らかの作用を及ぼすことができるかもしれないと思えるわけですね。となるとこれは前回のエピソードでも例として出しました投影機、映写機を背中にあるイメージを持ってそこから投影されているこのスクリーンの映像を変えようと思ったら、今この瞬間映っている映像を変えるのではなくて、これから先次に映るであろう映像、これから先映ろうとするようなもの、これをどう予測をして変更をかけようとするかということを考えるわけですね。これがメタ認知を使ったさらにもう少し高度な働きかけの仕方ですね。なので現在のこの瞬間に起こったことに反応していくだと常に遅れるわけです。すると物事を変更していくというよりは、その起こった出来事に後手後手でただ対応していくにしかなりません。しかし私たちはそれよりも次にこれが起こるであろうということを、こんなシナリオが来るだろうというのを想定しつつも、こういうシナリオになった方がいいんじゃないかというふうにしてシナリオを変えようとしてしまうわけですけれども、私たちはあくまでも観客なのでシナリオを直接変えることができません。で、その投影機の側では次から次にその現実らしきものをストーリーとして作って、そして投影していくわけですね。で、観客である私たち、そして後ろで控えているその投影機に働きかけをしている脚本家とか監督は観客である私たちの反応を見てはいます。私たちがある程度解釈ができるようなシナリオでなければ、そこで投影されているスクリーンの映像というものが意味がないので、観客が理解できるもの、観客が分かるもの、観客が期待しているものを投影しようとするわけですね。すると観客である私たちはどうすればいいのかというと、どんな映画を見たいのかということをリアクションしていくわけです。その映像の中で流れている映画の台本、シナリオを事細かに選択していくという意味ではありません。私たち映画を見るときに、映画を見る前から初めて見る映画のシナリオがあらかじめ分かっていたらつまらないですよね。私たちは映画を選択することはできてもシナリオは選択できないわけです。なので映画がどんな映画なのか、 SF なのかコメディなのかヒューマンドラマなのか、様々な映画のジャンル、そして大まかなそのモチーフになるものだとかテーマだとか、こういったものは事前の映画の選択の条件として選べることができるわけですけれども、どんなシナリオで展開されるのかという事細かのシナリオまでは選択できないわけです。なので私たちがこの世界を生きる上で事細かに1秒おきにどんなことが起こるのかというのを事前に考えたり、そのようなシナリオを作ってくれというふうにお願いをするようなことはできないわけですけれども、ただどんな映画を見たいのかといったことは選べるわけです。私たちは観客ですので、どんな映画を見るかということを別の、上映室に移って見るということは可能なわけですけれども、実はでもその映画の今座っている席から立ち上がって隣の上映室に動くというのは、これ実はかなりのエネルギーがいるわけです。それよりも今流れている映像をそこに座ってじーっと流れてくるものを見た方が楽ですよね。なので現状を変えるというのはそれだけエネルギーが必要なわけです。立ち上がってそして別の部屋にルームに移るわけですけれども、その場合にそこで上映されている映画が自分が見たいものなのかどうかというものも判断しないといけない。で、その映画は無限にあるということです。私たちはどんな映画が今上映しているのかを知らない状態で移動していくわけですけれども、その際に入って少し見てみたら、こういう映画かもなと予測をして、でその際にそれぞれの映画というものは連続性があるので、自分たちが見たい映画というものがこれだというふうに決まったとしても、その通りの展開に本当になるのかはまだわからないわけですね。ですのでそういう意味で私たちはその映画を見ながら予測をして、これは多分後半の展開はこうなるかもしれないなというふうにして予測していくわけです。しかし私たちはその映画を見るときにシナリオを一応見てはいますけれども、シナリオだけで結末をこうだと決めつけたりしないわけですよね。その映画全体が持っている雰囲気とかテーマ性だとか、こういったものをかなり引いた状態で映画を見ていると思います。映画の中の登場人物に感情移入をしたり、映画の中の些細な出てくる小物だとか、あるいは登場人物のセリフだとか、こういったものも受け取って参考にはしていきますが、全体としてこれはホラーだなとか、これはコメディだなとかというものを見ながら、自分はコメディが面白いなと、コメディを見たいなと思っているとなったら、それを期待して見続けていくわけですよね。なのでその出てくるその映画の中の登場人物の一つ一つのシナリオが気に入らないから、じゃあ他の映画を見ますといったことよりも、それらもひっくるめて全てが自分の予測通りではない、思い通りではないけれども
も大まかにこの映画が訴えかけようとしているテーマだったり大きなナラティブ文脈ですねは自分は望んでいるものだ、見たいものだというふうにして選択していくわけです。なのでこういう場合でもその映画を選択していくという観点から考えるとかなりメタな視点が必要なわけですね。もうすごく狭いところの視野で物事を判断するのではなくて、もっと大きな映画全体でいくとこの状況がどういう展開として必要なプロットなのか、もしかしたら全く必要がないプロットかもしれませんが、それは後になってみないとわからないわけですよね。なのでいちいち一つ一つの小さな出来事に対して視野がすごく狭くなってそこに反応してしまうのではなくて、常に引いた視点でメタな視点でその物語全体を見ながら、これを別の物語、別の映画にした方がいいなとかという形で私たちは選択をしていくぐらいしかできないということです。これを何とかして頑張ってこの映画そのもののシナリオやストーリーを変えようと頑張ってしまう、これは努力が無駄になります。なので努力という意味においては何かに対してやはり効果のある努力をしましょう。いい努力悪い努力というものがあるというふうな考え方を私たちは持つかと思いますが、これはシナリオそのものを変えようとする努力というのは効果がありません。これは上映を見ている観客が観客でしかないのに映画の中のシナリオを何とかして変えてやろうと頑張るようなものですね。これは無駄な努力になります。有効な努力というのはこの映画を変える、別の映画を見るというふうに切り替えて席を立って別のところに行く、これが私たちが本当にできる努力なわけですね。なので私たちはこの努力が有効かどうかというのを見極める際に常にメタな視点があるかどうかというのはとても大事なわけです。このメタな視点がない状態で努力をしてしまった場合、その努力が結果的にうまくいくというふうに展開されることもあります。でもそれはその映画の中のシナリオがたまたまそういうシナリオに流れていっただけであって、その観客であるあなたがその観客として例えばシナリオがもうあらかじめ決まった映画の中の登場人物に対して何か大声で叫んで、それによって本当に登場人物が映画のスクリーンをカメラ目線で振り返ったとした場合、それはきっとあなたの出した声に対して反応して振り返ったように見えますよね。ただでもそれは偶然なわけです。なので努力を必死にしたからといって必ずシナリオが変わってくれるとは限りませんし、それはもし変わったとしても偶然なわけです。なのでメタな視点というものがない場合はほとんどの行為というのが偶然に任せてしまうことになります。そのあらかじめ決まったシナリオ通りに進んでしまう、それに対して何とかしてシナリオを変えてやろうとすること、これは努力が結果的には実を結ばないということになりますので、私たちがやれる本当の努力というのはそれではなく、もっと大きい視点で広い文脈を捉えた上で取れる行動というものは選択をする。そしてその場合は目の前のスクリーンに対して何かしてやろうではなくて、もう映画そのものを変えるというそうした選択をできるかどうかですね。でこの場合は映画に夢中になってその中に自分の感情が入って、そしてその登場人物かのように自分がその映画の中に夢中になって取り込まれている状態ですと、そのメタな視点というのは持ちづらくなってしまいますので、なので前回のエピソードではそのメタな視点を常に瞑想状態でもなく日頃の活動している、起きている、覚醒している状態でも持ち続けられるような身体操作というものを一つ例として挙げました。私たちがこのメタな視点をちゃんと持てるかどうかによって物事を変更するのに感情的になることがいかに危険か、感情的になってしまうとその映画の中のシナリオに自分が入っているかのようになってしまって、で自分がその映画を見ている観客であることすらも忘れてしまってその中に取り込まれてしまうわけですね。で、映画、巧妙に作られた映画というのは私たちをついつい観客であることを忘れさせていきます。それはよくできた映画ですよね。ですので私たちが他者が書いた、誰かが書いたそのように仕向けられた映画に対して観客ということを忘れてしまうぐらい没入させられる。ほとんどの人がその観客であることを忘れて、もしかすると生まれてからずっとその観客であることを疑いもせず、自分はその映画の中の登場人物なんだと思い込んで生きている人が大半かもしれません。なので私たちは映画館にいて映画を見ている観客なんだというふうに自分でまず気づくこと、これはまず目覚めるということですね。目覚める上で、ただその映画館から一生出れないのであれば、この映画館の中で生きていく自分たちの人生をいかに楽しく有意義に過ごすかとなると、映画を選ぶ、映画をチョイスしていく、変更していくということを考えて生きていけばいいんじゃないかなと思います。このメタ認知というものを日頃から鍛えるという意味でも、この映画がちょっと変だなとか気に入らないなとかで、こっから先の展開を考えてもこれはきっとつまらない、
退屈な展開だな、これは自分にとってここから先は楽しめない映画かもしれないなと思った場合は、その映画のシナリオそのものを変えようとするのではなくて、見ている映画自体を変える、席を立って別の上映されている映画を楽しむといったような形で、少しエネルギーが必要ですけれども、そのエネルギーをなくさないように日頃から意識してもらえればいいんじゃないかなと思います。そのうちその上映されている、シナリオの映画というものは、それは当然この後ろの映像を作っている映写機に映像を作って流している監督や脚本家はあなたの行動を見てますので、するとそのあなたが席を立って他の映画を見に行くんであれば、やはりそれに合わせて作らないといけないわけですね。これがあなたが席を立たずにその席に座ったまま不平不満をスクリーンに向かって言ってるとしても、あなたがその席を立っていないということは、その監督や脚本家はとは言っても席を立たなかったので、この人はこの映画を最後まで見ようとしていると、なのでこの人は楽しんでいるんだと思われるわけですね。これはこの私が作った動画、YouTube やポッドキャストや、あとはテレビの番組でもそうですけれども、視聴率というものがあります。不平不満を言って文句を言っているけれども、その人は見ているわけです。最後まで。これは最後まで結局見たということは、その人にとってみてそのコンテンツは望まれていたと判断されるわけですね。なので一番はもうチャンネルを変える、動画を別の人の動画に切り替えてしまう、あるいはもう画面を切ってしまう、これが本当の意思表示なわけです。このシナリオは気に入らないといったことを決断して、それらを見せる方法ですね。ですので、このシナリオが気に入らないとか、この流れが気に入らないと文句を言うのではなくて、席を立って別の映画を探しに行く、そしてその別の映画もまた自分に合うかどうかというものを見ながら予測をしていくといったことを検討して行動に移してみてください。現実を変えるというのはそういうことで、私たちは事細かに全てのものを変えられるわけでもなければコントロールできるわけでもありません。せいぜいそのようにして意思表示をして、別のシナリオ、別の展開があるような映画、それも事細かなシナリオという意味ではなくて、大まかな私はこういう映画が見たい、こういうテーマのものが望ましいと、そして最終的なそのエンディングというものはこういうエンディングになるようなものが見たいんだという、それぐらいしか選択の余地がないわけです。なので途中過程としてどんな展開をするのかとか、どんなシナリオなのかということまでは選択もできなければ影響を与えることもできません。という意味では、私たちは引き寄せの法則といったような結果に対して何かを求めていくという大きい文脈に対して行動を起こして何かを手に入れるということはなんとなくはできていくわけです。でここでも当然行動というものが必要で、さっき言いました通り席を立って別の映画館に行くといったようなことを選択として行動をしなければいけませんので、そういう意味ではその回数というものは当然必要になってきますけれども、何もしなくてもぼーっと映画を見続けていれば自分が見たい映画がいずれ流れるみたいな受け身な状態で映画をただただ見る観客としてそこに座り続けていれば、あなたがそこに座り続けているということは、それはその投影機、映写機に対して映像やシナリオを作って流している監督や脚本家からすれば、あなたが望んでいる映画だというふうに判断されますので、なのでその映画を見させられていることにも気づかずにただただ不満や文句を言っていたとしても、それはその映画のシナリオに対して反映はされません。ここが気づいてもらえれば、メタ認知というものをいかに有効に使って、そしてそのメタ認知がいかに強力でいかに重要かということを、この身体、私たちの体を元にしてトリガーとして発動させるという、そういった習慣を持ってもらえるといいんじゃないかなと思います。そうなるといずれ体が習慣づいてくると、わざわざ体の特定の部位を意識するようなことがなくてもメタ認知が発動できるようになってくれば、この世界を捉えるときに私たちがどう行動してどう振る舞えばいいのかというものも2歩も3歩も先の予測まで先回りして行動するみたいなことが当たり前に普通にできるようになってくれば、自分の望む生き方や望む世界というものを構築していくことができるんじゃないかなと思います。私の著作超える技術、まだ読んでない人は Amazon でポチって買って読んでいただければと思います。そして他にも著作いくつか出していますので、もしよければ Amazon で買っていただければと思います。で小説も今2つ出して、どちらも思ったよりもまだ反応がもらえていないので、ぜひ読んだ人は感想等いただければと思います。で次はここまでちょっとディストピア的なエッセイがどうしても続いたので、次はちょっとしたコメディとかちょっと変なテイストのものを書いて、私自身もそういういろんなジャンルを書いてみたいなと思いますので、私自身もちょっと挑戦してみたいと思います。本日もお疲れ様でした。